こんにちは、アカデミアの富代です。今日はサロンポピュラーベーシック34になります。今回は V ラインのショートレイヤーを今のサロンスタイルにカットします。もちろんしっかりしたベースカットをもとにチョップカットや削ぎを行いたいと思います。できるだけ誰にでも簡単にカットできる方法で行います。カットの基礎動画でヘアレイヤーカットの根本原理基礎6で詳しく説明していますので、時間がある時に見てもらいたいと思います。このチャンネルは世界各国の言語で見ることができます。YouTube の翻訳機能を使いご覧いただけます。では早速動画をご覧ください。まずブロッキングですが、2セクションのブロッキングを取ります。このようにきれいに斜めに取り、バッグの頭の一番出ているところより少し上に向かって U 字型に取ります。横顔を見て襟足の長さのバランスをイメージし、アウトラインからカットします。この三つ襟のところに取り3等分にしてカットしていきます。まずは中心部から三つ襟部分をストレートに床に平行にカットします。この時頭を少し前に倒してカットします。するとワンレングスにカットしやすくなります。次にこの三つ襟部分、ここのところから上のブロッキングラインを目安に前上がりにカットします。反対側も同じようにカットします。バック部分が左右対称かどうか確認して OK でしたらフロントサイドをカットします。フロントサイドも前上がりにカットします。もちろん反対側も同じようにカットします。そして左右対称かどうか確認後、違っていたらここでチェックカットをします。斜めスライスでベース幅を一定にしてベース幅1個分外すなど決めてカットしていきます。次に V ラインスライスでカットしていきます。この時に前髪の長さを想定して長さを決めてカットします。上の髪を長くしたい場合はスライスラインは横に近くなり、逆に上の髪を短くしたい場合は縦スライスに近くなります。レイヤーカットの根本原理基礎6動画で詳しく説明していますので、そちらもチェックしてみてください。そうすることで徐々に後ろが長くなり、後ろに流れやすくなります。V ラインスライスでカットしていきます。これがオンベースだとしたらベース1個分外してカットしていきます。前側から切ってきたカットラインを見ながら
縦にスイッチして下にカットしていきます。このセンターを過ぎてもカットしておきます。このようにカットすることできれいにバッグに流れやすくなります。反対側も同じようにカットしましょう。これがオンベースだとしたら、オンベースより1個分ベースを前方向に外して、先ほどと同じようにカットを進めます。下のガイドを切らないようによくチェックしてカットしていきます。そうしましたら、やはりこの横の流れを見て、横の流れに沿ってカットしてからスイッチして縦方向に切り進みます。中心部を過ぎてカットします。これでクロスチェックカットになります。次に上をガイドに襟足に向かってカットします。耳の後ろ近くに縦スライスに取りチェックカットします。次も同じようにカットします。上のカットラインを見ながら下のガイドとつなぎます。反対側も同じように前頭部と後頭部を分けてカットラインをチェックカットして同じような工程でカットしていきます。
できましたら一応横スライスに取りチェックカットします。基本に忠実にカットしていればほとんどカットするところはありません。次に上のカットを行います。前頭部と後頭部をこのように分けたら、前髪からカットしていきます。センターで分けて前髪の長さをまず決めます。前髪の内側の髪を前方方向に引き、前髪センターをガイドに少し顔に沿うように小さなチョップカットでカットします。次に上の髪も頭の丸さに沿うように溶かしカットします。もちろん反対側も同じようにカットしますが、毛流れがあり髪が自然に落ちた時に綺麗な輪郭が出る長さにカットします。ですから左右対称の長さにカットするわけではありません。顔の出方が同じようになるようにカットします。次にフロントサイドの髪は横スライスに取り、下のガイドに合わせて後ろが長く前が短くなるようにガイドに合わせてカットします。次のパネルも角度を上げて床に平行ぐらいにカットします。反対側も下側のガイドを確認して合わせてカットします。次はバックセクションに入ります。バックは V ラインのスライスでフロントサイドをガイドにカットし、下側とつなぎます。次のパネルも同じようにカットを進めます。反対側も同じように進めます。
はい、V ラインでカットすると真ん中に集まりやすくなり、このままだとバックセンターで毛流れがぶつかり合ってしまいます。両サイドからこのように紙が集まるとここでぶつかってしまいます。ですのでそれが溶け込むようにカットします。前頭部と後頭部を分けて縦スライスでモヒカン部分、このコーナーをカットします。次にセンターで分けて半分ずつ縦スライスでオンベースでカットします。こちら側も同じようにカットします。こうカットすることで紙がセンターで馴染むようになります。真ん中で交わってぶつかり合わないように溶け込みます。左右チェックカットします。アウトラインをチェックカットします。次にトップセクションモヒカン部分を後ろが長くなるように前髪の短いところではなくトップに長さが残るようにカットします。ガイドができましたので次のパネルもセンターのガイドに合わせてカットします。反対側も同じようにカットします。次にこの下側と上側の流れを見て角を落とします。反対側もコーナーを落としていきます。
はい、これでウェットカットの終了になります。これで乾かし、チョップカットと削ぎを行います。乾きましたので削ぎを行います。どうしてもウィッグの場合はもみあげ部分が重いので薄くします。フロントサイド横スライスで毛先をチョップカットしていきます。トップは角度を上げてチョップカットしていきます。反対側もまずは毛先をチョップカットします。バックサイドも毛先をチョップカットしていきます。反対側も同じようにしていきます。バックセンターも横スライスでチョップカットを進めます。次にフロントサイドもみあげ部分を薄くします。
反対サイドも毛流れや厚みを見ながらチョップカットや削ぎを行います。はい、削ぎの終了です。今回はストレートアイロンで仕上げたいと思います。バックセンター、毛先が馴染むように毛先をハンカールで作っていきます。フロントサイドは外羽にかけます。トップ部分も外羽にカールをつけていきます。バックサイドも外羽にかけます。反対サイドも毛先は外羽にかけます。
整髪料を手のひらで伸ばし、髪全体に中間部から毛先に向かってつけていきます。毛を動かしながら立体感をつけて仕上げていきます。毛先の表情付けをしてバランスを見て仕上げます。毛流れやボリューム感を見て仕上がりになります。仕上がりました。はい、仕上がりです。はい、V ラインスライス逆刃のカットです。昔と違う点は、以前は毛流れや髪の収まり、毛艶などが好まれ、そのための髪の分量を少なくするそぎで行ってましたが、今はそぎでデザインを作るように進化しました。立体感や毛先の表情、動き、質感が新しさを感じさせるようになりました。カット方法もベースカットは基礎を大切にしながらも、揺れ動く毛先や毛流れが新鮮に感じるようになりました。これも自分が求めるヘアスタイルを整髪量が進化し、自由に自分で作れるようになったのが大きいのかもしれません。特にヘアスタイルの仕上げは空気感や立体感、毛先の羽があることで若さや新鮮さにつながります。仕上がりの写真のように毛先の遊びや羽、立体感が今や当たり前に自然に感じるのです。V ラインのカット、もちろん後ろに流れやすく手入れがしやすくカットされていますが、ブロードライで綺麗な毛流れだけでは地味に見えてしまいます。少し毛先の遊びを入れてあげるのが新鮮に見えるコツかもしれません。いろいろ仕上げ方法を変えてどのような印象の変化があるか試してみるのも良い練習です。今日は V ラインスライスのショートカットでした。それでは皆さん、もしこのチャンネルが良いと思ったらいいねボタンとチャンネル登録忘れないようよろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。